大前正美さん、当時15歳。国鉄宮島駅の駅長だった大前さんは8月7日、試験運転のため列車で市内へ入り被爆しました。8月6日、大前さんは国鉄宮島駅の事務所にいました。原爆投下の瞬間、太陽が炸裂したかと思われるほどの真っ赤な火の玉を事務所から見ました。一刻も早い電車の復旧をと思いましたが、電話が全く通じず、なすすべがありませんでした。6日はご承知のように、私は広島電鉄へ入社しておりまして、それで、たまたま宮島線の営業の方へ勤務しまして、当日は宮島駅の駅長を務めておったわけです。そうして、8時に交代をしまして、8時15分の時に運輸庁に、営業内容の報告、その他運転に関する具体的な報告を電話連絡をしておりました時に、突然パーッと事務所が明るくなったわけですね。これで私は状況から見まして、これは普通のとにかく選考ではない、大変なことになったんじゃないかなとこう思いまして、すぐなんですね、外へ飛び出しましたが、同時にですね、いやそうでなくてすぐ外ホームへ飛び出たわけです。飛び出てみますと、はるか東の上空でですね、真っ赤な火がですね、火の玉が、もうそれはどのように表現していいか分かりません。大きいは大きい、小さいは小さいということで、私の感じではとてもすごく大きなですね、火の玉がパーッとこういう状態で見えたわけですね。それを見ました瞬間、私は太陽が炸裂したんじゃないかなと、そのような感じがしました。もうこれでもう暗闇だと、この宇宙は暗闇になったんだと、そのような状態を誠にその見た瞬間的に、それは何秒かあったでしょう、1秒あったか2秒あったか分かりませんが、なんですね、そうした状態が頭の中にひらめいたわけです。そうしてその真っ赤なその火の玉が、次にはですね、若干今度は真っ赤なのがいささかこう煙が混じったような状態でうわーっとこういうのも舞いとるわけですね。そうしてそれを見ておりますと、はるか向こうに太陽が見えるじゃありませんか。これがだんだんこうなりして落ち着いた状態の時を、それが2秒あったか3秒あったか分かりませんが、とにかくそのはるか向こうを見ると太陽は立然として輝いている。ああよかった、これでよかったというような、また安堵の気持ちになったわけですね。それでまた何秒かその状況を見ておりますと、今度はその黒いような状態、太陽のなんですね、光が見えるとともに、それを見てよかったなと思う時に、これがだんだんとこうなって舞い寄るのがこうキノコ雲のように変わってきましたね。それまでね、やっぱり時間がキノコ雲とよく言いますし、またそういうような状態がいろんなその後なんですね、映画にも出てくるし、あるいは絵にも出てくるし、いうような状態ですが、それまでにね、ちょっとパッと炸裂してからキノコ雲に変わるまでやっぱり3分ないし4分ぐらいかかりましたね。それでこういう状態になって、今度キノコ雲がさーっとこうなって広がりだしたと思ったら、なんですね、周囲に、夏のことですから、やはりその付近にかなり濃い雲がですね、ずっとこう点在しておりましたが、それを周囲を見寄りますと、今度はなんですね、その雲がね、パッ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 と揺らいでくるわけですね。その雲が幅広く
これはすごいことだと、思いますとともに、そのキノコ雲を見た状態、その雲の振動を見た時に、これはとにかく普通の爆弾じゃないと。だからこれは多分方向から見て千田町のガスタンク直撃弾が当たってガスタンクが爆発したんかなと、こういうのも思いました。それからもう一つはですね、ちょうど方向に、なんですね、広島の弾薬庫があるわけですね。そこでじゃあこれは弾薬庫へ直撃弾かなと、これも思いましたね。ですからとにかくもう我々もなんですね、野戦で、一戦部隊で、経験してまいりましたが、なんですね、想像のできんそうした大きななんですね、爆発で、あったということですね。20分30分ぐらいして広島の方を見るとですよ、今度は黒煙で火災が起きたわけね。火災発生したわけ。そしてもう黒煙が上がるわけですね。日が見えませんので昼ですから、もうなんですね、黒煙がもうもうとしてね、上がってきだしたわけね。でこれは大変なことになったらますますですね、恐ろしさを感じたわけですけれども、それのほかに何者も駅の作業としては取る方がないわけ。そうしてですね、3時間ぐらいしますと、それ一応8時ですわね。これで、9時10時11時頃になりますと線路伝いにですね、あるいは道路伝いでもだんだんこう被爆をされている人が帰ってこれるわけ、3時間後に。それからその時に悪かったかどうだったか、広島市内はどうな様子ですかと言ってもみんなそれは分からんわけね。被爆を受けた方は水を飲ませてくれと、そういうことです。これはもう10人10人100人100人みんな同じ言葉ですね。とにかく水が欲しい、水はないか水を飲ませてくれという状態ですけれども、その時私が感じましたことは、この市内から宮島の駅まで帰られるのに民家へも寄られたか寄られんか分かりませんが、とにかく水が欲しいというような状態ですが、もちろんその民家に寄らず水の要求もされずに帰られたとは思いませんですが、そうするともう水を飲まれてもね、ものの5分かあるいは10分すればまた水が欲しくなってくると。これはもう体が皮膚が焼き取りますから、そういう状態からですね、水を要求をですね、これはもう消化系統がそういう要求をするんだと思いましたが、その時にね、我々野戦におりましても、いろんな状態で過小した場合には水をやってはいけないいうことにもなっておりますし、また医学的にもですね、水を飲むと生命を失うんだというような状態で、過小の場合には何本水欲しくても水を与えないというような状態でおりましたので、これは水を飲まれたらいけないということは分かって、初めは水を与えない方がいいようにも思いましたが、あまりにもその過小がひどいので、これはとても大変なことだと思いまして、ということはね、もうこれは生命も持てないんだというような私の素人判断ですけれども、そうした野戦の経験からしてですね、駅員の人にも水を与えて、くださいというようにして水を飲んでいただきました。中にはですね、もう動けなくなられた方もあるんですね。ですからそうなると今度は消防団とか在庫軍人とか、そういう今度はそうしたのが各村で編成しておりますんでね、ですからそういう人がそういった箇所を受けた人の救護に当たるということでしたね。話がちょっと余談になりますけれども、ここらでもだんだんこの山の方へ逃げてこられたわけね。
また来るんじゃないか、またそうした爆弾が投下されるんじゃないかと思うでしょう、これはもう人間的に。ですから早くこの町を逃げて山の中へどこへでも、もう木の下でも穴でもあればどこへでも入りたいと、影に入りたいのはこれはもう人情ですわね。ですからこの方もずっと続くぐらいこちらの方へ、逃げてこられたことは事実です。もうとにかく宮島から先ほど見ました状態から市内の方向を見ればね、もう一晩中火災でしたね。もうだんだん広がるばかり、本当にもう一晩中燃えましたね。すごかったですよ。ですからとても電話連絡ができるなんていうことはおよそ考えられるんですが、あれでも、なんですよね、この宮島線郊外線だけでもなんとかなるかなという、そうした老婆心からね電話を取ってはみるというような状態でしたが、あの状況を見た時にこれがとても交通機関とか、あるいは電話連絡とか、あるいは病院とか、あるいはそうした過傷を負われた方の収容とかいうことはね、およそ考えられん、誠になんですね、どう言いますかね、いわばもうあしらの状態でしたね。想像できん、涙とても考えられん、状態だったということ。そしてそれが、朝まで火炎が上がりました。昼になるとね、もう夜が明けてくるとあるでしょう、太陽の、光が何しろ火炎は分かりませんが、煙がもうもうとね上がることはもう事実でしたね。ですがその煙がもうもうと上がるのはね、どちらにしてもなんですね、ですから7日ですよね、6日の日が10日、7日の日の昼頃までそういう煙が上がりましたね。広島の市内では、この西の方がですね、疎開を積極的にもう強制的に疎開を命じたわけです、市軍部はね。それでその疎開をその手伝いに来いということですね。ですから、男で、作業のできる者はその疎開を手伝いに行ったりというような状態でですね、とにかく、行くもんごらんということで、それじゃあ一つ行こうということでね、なんですよ、出て行ったわけなんです。ところで行って今の西広電鉄の西広駅まで行ってどうだろうか、市内の方へ帰ってこん人が4人5人6人とあるんだけれども行けるだろうかと相談したところが、それは行けんことはないが、とにかく橋はダメだ。もちろんそうね、ほとんど落ちとるわけ。それでこういうの橋も半分ぐらいなりして落ちとると。それでとにかく行くんなら鉄橋行くより他の方法ないというような状態でしたね。それで、鉄橋なりしましたが、こういうの鉄橋はですね、大きくなんですよ、爆風によってから、それで電車がですね外れて川へ落ちとりましたね。川へ落ちとるような状態。それを渡って、なんですよ、天満町関運とにかく電車道をずっとこう行ったわけです。それで今度東海市の行ってこのカーブを見ますと、電車がですね線路からそうですね、5メートル以上線路から横へですね外れて、言うならば飛んでおりましたよね。いかにこれね、なんですね、この近くで、爆風がひどかったいうことは物語りますね。熊本にこういう状態ですかね。重たい電車がですよ、鉄線の電車が5メートル以上、5メートル近くで絶対なかったですね。5メートル以上飛んどるんですよね。それで転げるようなことはないですね。下から何が、トラックが重いですからということはないですけれども、肩だけで焼けてしもっとるんですから、下のトラック残って、そして、外反客室のはですねみんな焼けて、それで金気のものが残っておるというような状態。それから東海市の行きました。東海市の行きますと、これはあまり、なんですね、外れて飛んではいなかったですが、これもやっぱり、3メートル以上外れておりましたね。これもやはりそれと同じような状態ですが、ちょっと申し遅れましたが、今の土橋のところの
分は中に一人ほど生命を絶った人がね残っておられました。これももちろん今の真っ黒ですよ。黒ぶそぼれいう茶碗なんですけれども、真っ黒い状態でそのままになっておると。それからその他行く電車道路の周辺を見ますと、ここにも被爆者の倒れ、ここにも被爆者の倒れたような状態。それとまだ煙でおりますね。その電車道の周囲あるいは遠く近くに、煙が上がりおります。火炎こそないけれども、今の4時頃ですよね。そうしてそのなんですよ、硝煙がもう臭いの臭くないのもう何とも言えん、なんですね、鼻をつんざくような状態でなんですね、これはもうなんですよ、人間の油の燃える匂いもありませば、あるいはその他の焼けた匂いもあるしですね、誠にもう悪臭が漂ってですね、本当にもう鼻を襲ってなくなるような状態でした。それから左官庁も過ぎ、なんですね、とにかく私は相生橋の産業奨励館にと言われるのが、これが娘さんですけれども、一応は姿でも見て帰ってあげなきゃ、わしもこう来た責任上と思います。とにかく相生橋まで行こうということですね、もう周囲の見ずにとにかく相生橋、それから永治病院というような状態3人は進んでいってですね、なんですか、亀谷町まで行けば状況もある程度なんじゃないかなということ、とにかく行かなきゃいけないいう、そういう、行きましょうというそのどう言いますか、責任感といいますかね、とにかく行ってみなきゃいけないんだと思いまして相生橋行きました。相生橋から顔を見れば死体類々じゃ誠になんですけれども、事実は事実としてですね、話をさせてもらえば、もうみんな暑いんで今の状態でしょ。水をくれ言うて宮島まで歩いて帰った人でも本当いろいろでですね、こういう状態でボロされて帰られる。しかもここは中心でしょ、相生橋のね上ほとんど中心、カバーッと来た瞬間にですね、それは川落ちた方もあるかもしれませんけど、とにかく体動く限りはとにかく川へとも逃げんことには逃げるところないいう感じですよね。ですからもうこの川にはですね、死体類々という状態でした。連兵の方から見て、ここは電車通り、ここはいわゆる堤防、それでその中にここでは木が生えておりましたが、堤防のところへこう死体が並べてある。これがなんですよ、何人も何十人ですよ。それは何十人何百人ですよ、並べてありました。これで上にはいろんなものがかけてありました。夏のことですからかけて、ありますし、それはそういったなんですけれども、トタンをかけたのもあれば、あるいは木のですね、枝の焼け残りのをかけたのもあればですね、何かそういう状態になったところが、もうですね夏のことですから、その、死体の悪臭がですね、もう死体類々ですよね。そういった悪臭がですね、すごいなんですね、何言ってもですね、1人や2人や10人や30人じゃないんですから、本当に見てる間にね、私個人もいかにそういうような野生の経験だというようなそのなんですよ、強気を出してもね、本当もう動くようになりましたよ。そしてこれはもうダメだと、これ以上言ってもどうになんと、また5人6人7人と顔が分かればという、顔なんてが分かるような状態じゃないですよね。ですからいかに産業奨励会のところへ行って、そうした招集された姿を見たところでね、何のだるべ分かるわけも、男も女もほんま分別はつかんような状態ですから、どうなる。それで亀谷町まで行きましたが、今の連兵場何見てね、もう余計になりましたよ。もう意気消沈ですね。もう本当になんと我々のようなものが何秘密とか分かるわけでもなければ、また聞くような相手もおらず、もう軍隊一生懸命やりよる。取材する者は何人か会いましたがメモして歩きよるというような状態でですね、
もうとにかくもう個人個人誰も物を言う者もおりません。本当にそういう状態で、なんですよ。あくまで今日は時間も30分40分かかりますんで、まさにこう日はですね、生産へ、近づいてきた、日はやわくなったと思いまして、そこでしばらく座っていろいろこう考えてみましたけれども、これはもうどうなんこれ以上とても我々一個人の考えでね、何もできるわけでもないが、もうとにかくそうした状況の凄まじさにですね、いかにひどいもんだったかいうとね、つくづく感じずにはおられなかったです。大前正美さんの証言でした。